どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースに仕掛けられていそうな漢字パズルです。ワンピースというタイトルもそのままパズルみたいな名前ですが、僕の動画ではこれまで数字について考えてきました。話数の語呂合わせや類似話数、反転話数などです。しかし今回は漢字について考えましょう。まずは一番簡単なイム様の本名から考えます。イタスムは仏、イムは仏という漢字になります。仏とは悟りを開いた仏様やフランスを表す漢字仏国、それはフランス革命のイメージだと僕を含め多くの人が考察しています。そんなイム様の本名が1086話で明かされました。ネロナイム、ネロナも漢字パズルになっているようです。ネタスロタスナは神という漢字になります。イム様は神であり仏、ネロナイムとは神仏。こうした漢字パズルの考え方は実は1年前にも考えました。こちらです。ルフィの誕生日はなぜ5月6日ゴムではなく5月5日に設定されているのでしょうか。2とかを合わせましょう。2とかを合わせると漢字の5が2つで5月5日ニカニカ。2たすかは5とはフィフス。ルフィはギアフィフスでニカの姿に覚醒しました。さらに日本語にはニカニカと笑う、そのような擬音がありますから、ルフィの誕生日5月5日にもなると考えました。ここまでが漢字パズル初級編です。次にそのニカが現れたシーンを見ていきましょう。このシーンでルフィは太陽の神なのに月を背に飛び跳ねていました。それはなぜか。鬼ヶ島でルフィは金右衛門から光月家やワノ国の無念を背負っていました。つまり光月家の心を背負ったわけです。そして太陽の神ですから太陽イコール火です。カイドウを倒した最後もルフィは火を出していました。このように考えていくとニカを表す漢字パズルは心足すの足す月足す火足すニカは、この問題がわかるでしょうか。その答えは必勝という漢字になります。それは海に落ちたルフィがモモの助に伝えた言葉、ルフィは必ず勝つ。つまりこのシーンはニカが現れて必勝。ルフィはドレスローザでも勝利の切り札だと言われていました。さらにまた1年前の動画を確認してみましょう。こちらです。そんな世界政府が隠蔽した悪魔の実の名前とは何か。それは532年ローマで起きた反乱。その反乱で市民が叫んでいたギリシャ語で勝利を意味する掛け声、それはニカ、太陽の神ニカの悪魔の実の名前を世界政府が隠蔽した可能性。そしてギリシャ語で勝利を表すニカの語源はギリシャ神話の勝利の女神ニーケなのですが、ワンピースコミックス1巻を開いた1ページ目でルフィは勝利の女神ニーケの選手像をあしらった船に乗っている。ギリシャ語でニカは勝利、さらにモルジブの言葉でニカはゴムの木、さらに日本語でニカニカとは笑う。これらは最初から仕掛けられていた。ルフィの誕生日は5月5日ですから、初めから仕掛けられていた可能性はあります。なぜなら例えば1話でルフィは目の下に傷をつけています。傷という漢字には太陽が昇る様子を表す陽という漢字が隠れているようとなると、人足す陽は傷、人の実ニカ、太陽の神の印、それが1話の傷か。この陽という漢字に丘、小里辺を足すと丘足す陽は陽、太陽の陽になるわけです。さらに陽に水を表す山水を足すと水足す陽は湯、お湯の湯にもなるわけですが、太陽のマークを持つアラバスタと太陽の神が現れたワノ国でルフィは戦いが終わった後お風呂お湯に入っていました。アラバスタとワノ国はどちらも水が飲めない国でした。つまりルフィによって水が飲めるようになり、水足すようで最後は湯に入った。そのようにも読み解けます。
そんな和の国の漢字パズルは他にもありそうです。太陽のルフィと光月家の合わさりは月足す日は明け、夜明けという意味になりますが、さらにルフィはニカの姿で髪と服が白くなりました。それなら月足す日足す白は陽、別の陽という漢字になり、それは輝くという意味です。さらにルフィは和の国で何度も倒されて立ち上がっていますが、立つ足す日は音です。太陽が立つと書いて音。ルフィは死の淵から立ち上がった時、ドンドッドッと心臓の音を鳴らしていました。次に月の漢字パズルも考えましょう。月足す月は友という漢字になります。友イコール友、仲間という意味です。これは例えば和の国の鬼ヶ島、エースはいざよい月、大和は餅月、2つの月の名前のお酒を交わして友になっています。さらにジャヤのノーランドとカルガラも同じです。2人の友情が描かれたのは292話、扉絵はエース、292話、アフコとは片割れ月の雲隠れ、292話の話数の語呂合わせは月に、月かける2は友、2つの月は友を表す。そしてもう一つ、月といえば金右衛門が示した逆さ三日月も注目しましょう。この逆さ三日月の図案は反乱の意思を示したものだと言っていました。つまり月の反乱、その漢字パズルは月足す反は服っぽい漢字になります。金右衛門は服を操る服のみでした。さらに金右衛門は赤座や九人男でした。赤座や九人男の漢字パズルは1足す9はあだになります。あだ討ちのあだです。おでんのあだ討ちを成し遂げたい赤座や九人男でした。そんな和の国の地形は滝で囲まれていました。この滝を壊すとプルトンが現れると言います。こちらの動画ではプルトンはウラヌスと双子の竜の悪魔の実を食べた戦艦だと考えました。すると滝とは水を表す山水と竜が合わさって水足す竜は滝、水と竜は滝になります。次に再びイム様について考えましょう。イム様が座る空の玉座、この巨という漢字は空とは通常読みませんが、ワンピースでは今日空と読ませています。ここに違和感を感じますから、空の玉座にも漢字パズルがありそうです。巨とは空っぽ、実体がない器、口足す巨は嘘。800年生きているイム様は嘘800、嘘つきでしょう。さらに空の玉座には剣や矛が刺さっていますから、巨足す矛は義、戯れ、お遊戯、ふざけたお遊びという意味になります。実体のない矛、それはお遊びです。となると、もしかするとイム様はいたずらな子供なのか、そんな考察も可能かもしれません。さらに巨に鬼を足すと、鬼足す巨は巨。巨とは悪鬼、化け物、また火や石などの精霊を表すそうです。最後に象についても考えましょう。和の国には3人の象が登場しました。異象、雷象、カマ象の3人です。まずカマ象ことキラーは SBS で象になっていました。このことから象イコール象、つまりこの3人はズニーシャのヒントキャラか。雷象は象、ズニーシャにあるクジラの木の中に隠れていました。そして異象こそが最もズニーシャを表すキャラ。イ足す象は象。象とは物の形や心の形。そんな異象は1036話、武士道というは死ぬことと見つけたりにて、ルフィことジョイボーイを信じろと言っていました。ズニーシャはジョイボーイの仲間です。すると謎のままのズニーシャの罪とは、以前考えたようにやはり赤座や九人男と同じ主君を守れなかった罪でしょうか。その主君とは800年前の光月家。ズニーシャは光月桃之助の命令のみ聞いていました。そして800年前の光月家とはもちろん大ネグリフを作った和の国の家系でしょう。その主君を800年前ズニーシャは守れなかった。それではズニーシャはなぜ1000年も歩いているのか。
それはもしかするとミンク族を守っている。800年前、もしかするとミンク族たちはイム様たちと戦って負けたミンク族の国はその報復として古代兵器に狙われたのか、つまり滅ぼされる可能性があったのか。だから座標位置を特定されないように常にズニーシャは歩いているかもしれません。そんなミンク族たちは満月を見ると月の獅子ツーロンに変化します。ミンク族イコール月、光月家イコール月、月足す月は友。ミンク族と光月家はやはり友達のようです。以上です。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。